モンハンが難しいという方、ならば、おすすめ武器は片手剣です。ぶっちゃけ一番簡単です。技やコンボについて、安定した高めのダメージになりやすい。向きを変えやすく融通が効く。ボタンを押す回数をわかりやすく。A を押す回数を誤ってもリスクが小さい、という観点で簡略化してます。回転切りについて、ほとんどの攻撃の後に XA で回転切りが出る。何かをしたら回転切りと覚えましょう。回転切りの時に左スティックを入力していれば向きが変えられるので便利。威力も高いので優秀。回転切りの後は攻撃が繋がる。A を2回押しましょう。その後は回転切りに再度繋がる。なのでコンボがループできる。ちなみに回転切りを行う時だけ左スティックは入力するように。そうしないと違う攻撃が出ちゃう。違う攻撃が出てもダメージが下がる程度なので深刻に考えずにいい。本動画では A を使う時は必ず2回、覚えておきましょう。距離が離れている時、モンスターの方を向いてシールドバンプ。その後に XA で回転切りが出る。回転切りの後は先ほどお伝えした通り。距離が離れていてゲージがないとき、XA で近づきながら攻撃。納刀状態なら左スティック入力しながら X で同じ技が出る。その後は回転切り。回転切りの後は、説明不要ですね。距離が近いとき、A を2回押します。距離が近い時も A は2回です。この近距離で A を直接行う時も左スティックを入力しないように、A2 回の後は回転切りです。回転切りの後は、シールドバンプを持ってない場合、その場合は飛び影を使う。モンスターの方を向いて飛び影。ヒットしたら XA。ちなみに飛び影がヒットした後に、左スティックを入力して XA で向きを変えられる。着地後も回転切りを行い、ただしシールドバンプと違い全体モーションが長いので注意です。比叡が当たらない時で、なおかつ頂点を過ぎていれば、XA を押せば急降下できます。この急降下も左スティックを入力して XA を押せば向きを変えられる。急降下した後も回転切りです。覚えるコンボは以上。コンボは全て出し切ろうとせずに、モンスターが動き出しそうになったら B で回避して逃げる。モンハンは被弾してしまえば、それだけ時間がかかる。モンハンのシーンの第1位は被弾した後に、焦って回復している時。なので、最初の被弾がそもそものシーンの原因ということが多いです。だから欲張らずに素早く逃げる方が安定した速度でクリアできます。他に覚える技、風車は非常に無敵が長い。無敵が切れるのは、このぐらい。避けきれない時に使う、風車の後だけは X を使います。X を1回出した後に A。そして回転切り。ガード。ゲージがなくて風車が使えない時に使う。回避距離3があっても当たる、こういった攻撃にはガード。以上で技の説明は終わりです。ゲージとか強化みたいな要素もないので簡単でしょ。これで十分戦えちゃうのです。入れ替え技、この構成です。すでに説明したものばかりですね。説明していないものに関しては使わないので問題ないです。スキル、
回避距離3を発動させる。回避距離3があれば9割以上の攻撃が当たらなくなります。わら、これがあると別ゲーになります。後ほど映像で説明します。素材はフロギーやラングロなので序盤で作れます。上位やマスターランクでも同様です。残りの部位は火力が上がるものを採用しましょう。武器。上位をクリアするまでなら里森で大丈夫。マスターランクではカムラを作って、その後はゴルム。ゴルムは強化できるようになったら強化もしましょう。ラスボスを倒せたらカムラを最終強化という流れ。犬。お供はガルクに引き構成。武器は1匹には睡眠、1匹には麻痺を持たせる。猟犬具はこれ。スキルはこれ。お団子。これを食べます。回避距離3があれば、ほぼ被弾しないので防御系や回復系は不要。弱い残りは体力が多い個体が出なくなる。いきなり大ダメージを与えたようなもの。短期催眠術は火力の底上げ。砥石はモンスターが寝ている時にすぐに解けるように。すぐに起きないなら爆弾もありですし、飛び竹串は使わないで大丈夫よ。使うとお団子剣使わないとほとんど発動しないからね。鬼人薬グレートを使用。節約で鬼人薬でも構わないが使用しましょう。体力0にならない限りクエスト中効果あり。わずかな寄り道で済むなら人玉取りを回収。人玉取りはクエスト中効果あり。怪力の種と鬼人の粉塵。効果は3分なので戦う前と、モンスター移動時にでも使いましょう。通り道の虫を拾っておきましょう。わずかな寄り道で済むならターゲット以外のモンスターを総流。総流は与えるダメージも影響しているっぽい。武器やスキルで大きなダメージを与えられるようにしておくと良い。また、柔らかい部位に当てるようにするのも重要。例えばラングロの背中に風車を当てちゃうと、1回の風車では総流にはならない。乗ったらメインターゲットへ移動。落とし物を先に拾います。落とし物が残っていると、ターゲットに遭遇した際に移動したくないでしょう。なので移動を躊躇しないで済むように先に拾っちゃいます。すでに大ダメージを与えているので怒るでしょう。ということでガード。片手はガードできる角度が狭いので注意。わら。この後に吠えるので、欲張って風車が間に合いませんでした。わら、右手をついて飛んでいった。再度右手をついた。こういうわかりやすい攻撃は風車でカウンターしてみましょう。寝たので色々とやっておきます。トイレ。虫を拾っておきます。怪力の種と鬼人の粉塵を使っておきます。爆弾を置く。大たる爆弾を使っているが、お団子で大たる爆弾 G になっている。区内をモンスターに当てないように爆弾起爆。これだけで1000オーバー。起きたら、ほとんど吠えてくるよ。確定ではない。この攻撃はかなり避けにくいでしょう。しかし回避距離3があると範囲外に出られちゃう。欲張らず早めに離脱してますね。攻撃を受けないことが大事なので、早めに逃げるのが大事。爆弾を置いてから遭遇。抜刀中でも ZRY もしくは ZLY でもアイテム使えるからね。もう1体のモンスターに向かう。落とし物をあらかじめ拾っておいたので躊躇なく移動できます。遭遇は時間経過で再度可能にもなる。クエスト序盤に行っておくと長期戦になった時に便利。遭遇は安全に大ダメージを稼げるので活用しましょう。落ち着いて壁に3回当ててからモンスターにぶつける。回転切りを使ったループ、A は2回。
ガード間に合わず、わら。腕にパーツまとい動作。この後は方向とわかりやすい。寝たのでだいたいさっきと一緒。もうじき終わるはずなのでバフは今回は節約。少し離れたところに落とし穴を置いておく。まさかちょうど入っていった、わら。ちなみにガランゴラム以前で作れる武器と防具だけ使用。お守りも出やすいもの、ガルクの装備も上位のもの。とはいえ、片手で回避距離3だとめっちゃ簡単そうでしょ。もしモンハンが難しいと感じるならぜひやってみてください。もしお友達にそういった方がいたらぜひ紹介してみてくださいな。さらに一歩進んだ練習用の装備の動画なんかもありますので、概要欄に URL あります。よろしければ